ベネトンとウィリアムズのピット戦略についてちょっとおさらいしたいと思います。95年のベネトンのピット戦略。ロス・ブラウン主導の完全な現場対応型。レース中に他車のペース低下、トラフィック、天候変化を見て即座に戦略を切り替える。予定より早く入れる。予定外のワンストップにかける判断が早い。確かにベネトンチームは状況によってピット戦略をすぐに変えてましたよね。で、それを可能にしてんのはロス・ブラウンがそのピット戦略の変更を指揮しているわけですけども、ロス・ブラウンさん一人が全部決めてるわけじゃないですけどね、ストラテジストと呼ばれる戦略というか、その計算をする人たちがいて、最終的にロス・ブラウンさんが決断してるっていうことなんだと思うんですけども、その采配が素晴らしいのもありますけど、シューマッハがチームからの指示によって走り方を変えたり、シューマッハ自身がコースの状況を見て、それをチームに無線で伝えてるというのも大きいと思います。このロス・ブラウンとシューマッハ双方のコミュニケーションによって、強力なピットストップ戦略を作り出しているっていうのが正しい表現になると思います。このコンビネーションは、やっぱりシューマッハじゃないと成り立たないっていうのが、この翌年の96年に証明されちゃってるんですけど、96年はまだロス・ブラウンさんベネトンにいますよね。で、ドライバーはアレジとベルガーに変わったわけですけど、ベネトンはピット戦略で勝つっていうことが全然できなくなりました。その原因のほんの一端を紹介すると、ロス・ブラウンさんがベネトンを去った後にインタビューで語ってたのが、96年は例えばタイヤ交換直前にタイムを稼ぎたいからラップタイムを 0.3 秒上げてくれとかっていう指示を出しても、アレジもベルガーもそれができなかったらしいんですね。シューマッハの場合はタイムを稼ぎたいからあとほんのちょっとペースを上げろとか、ピットインまでに何秒稼げっていうことを言うと、走りを変えてタイヤを限界まで使ってうまく調整してくれたらしいんですね。だけどアレジとベルガーはそれができなかったと。じゃあなんでシューマッハはそれができんのかっていうと、常にドライビングに余裕があるんでしょうね。目いっぱい早く走ってるように見えても、実はまだほんのちょっとマージンを残してて、タイヤを使い切っていいって言われればその限界のゾーンまで踏み込んでラップタイムを上げれるんでしょうね。もちろんそれには彼の体力にも余裕があって、ドライビングそのものにも余裕があるっていう前提になりますね。はい。ごめんなさい。ベネトンの話がちょっと長くなっちゃったんですけど、じゃあ95年のウィリアムズはどういうピット戦略だったかっていうと、事前に練られた最適解シミュレーション重視、レース中の想定外要素に対する即断即決が遅れがち。戦略変更には複数人の合意が必要だった。最初の事前に練られた最適解シミュレーション重視。もちろんウィリアムズも最適なピットストップの作戦を考えるわけですけど、あくまで計算重視。なので、レース中の即断即決は遅れがちと。戦略変更には複数人の合意が必要。これなんとなくの想像なんですけど、ウィリアムズは技術者側の権力が強いチームなので、おそらくレースエンジニアであるとか、パトリック・ヘッドであるとか、その何人かが合意しないと変えられないんでしょうね。ちなみにベネトンではロス・ブラウンさんが主にピット戦略を決めてたってさっき話しましたけど、この時ウィリアムズで主にピット戦略を決めてたのはニューウェイさんだそうです。でもニューウェイさんは空力デザイナーですから、ピット戦略には向かない気がするんですよね。ただ、ニューウェイさんがピット戦略について語ってるインタビューがないので、ちょっとどう思ってたのかがわかんないんですけど、何しろウィリアムズはこういう体制でピット戦略を決めてたということです。はい、お待たせしました。やっとインタビューに行きます。これパトリック・ヘッドさんの、この当時のインタビューですね。95年終盤、もうウィリアムズがもうドライバーもコンストラクターもチャンピオン取れないってほぼ決まってる状況のインタビューですね。確かに我々の状況判断が遅すぎたレースもいくつかあったが、全般的に言えばうちの戦略はとてもよく機能していると思う。しかしチーム戦略がどれだけ優れていても、ドライバーがそれを遂行できなければ全てが無駄に終わる。パトリック・ヘッドさんらしいコメントですね。状況判断が遅すぎたレースもあるけど、全般的にはうちの戦略は機能してたと。で、戦略が優れてても、ドライバーがその通りやってくんなくちゃ無駄に終わる。やっぱりドライバーに対して厳しいですよね。最初に紹介したウィリアムズは最適解シミュレーション重視、理想論重視なわけですけど、このコメントからもそれが読み取れますよね。
うちのピットクルーの作業は確かに私が期待しているほど早くはない。それは一部にドライバーの責任もある。うちの2人のドライバーはいずれもピット作業が終わってから再スタートするまでの動作に俊敏さが欠けている。この95年はベネトンが圧倒的なピット作業の速さでシューマッハを送り出すっていう場面が多かったですけど、それに対してウィリアムズチームはピット作業遅いんじゃないのかっていうことについて言ってるわけですけども、一部にドライバーの責任もあるっつってますね。ピット作業が終わってからのスタートが遅いと。シューマッハの場合、タイヤが設置した瞬間にはすでにピットを離れているが、うちの2人の場合、少なく見積もってもその時点で2秒はタイムロスしている。これもレースの映像を見ると確かに、シューマッハはジャッキが降りた瞬間に走り出す。そんな感じですよね。でもウィリアムズの2人は、ジャッキが降りて、ワンテンポ遅れてスタートするっていう感じですよね。これはこの2台の F1 のマシンに乗らないとわからないんですが、もしかしたらウィリアムズの方はピットストップからスタートするその操作が例えばやりにくいとか、プログラミングに何かタイムロスが含まれてるとか、毎回遅いんであればそういう要因があるんじゃないかなって思っちゃいます。でも何しろシューマッハがピットストップ終わって出ていくのが早いっていうのは間違いないですよね。やっぱり全般的にパトリック・ヘッドさんはドライバーに対して厳しいですよね、要求が。この年に限らず、うちは技術的にはちゃんとやってるんだから、あとはドライバーがちゃんと言われた通りのことをやって走ってくんないと困るっていうスタンスですよね。次に、この当時のデーモン・ヒルのインタビューです。これは日本グランプリが終わった後のインタビューです。なので、正式にドライバーチャンピオンもコンストラクターチャンピオンもベネトン側に決まったヒルは惨敗したということが分かっている状況でのインタビューです。今年僕が勉強したことは、自分の信じるやり方を実践しろということだ。今シーズンは序盤からメカニカルトラブルが多発して、失ったポイントを取り戻そうと必死になっていたんだ。チャンスさえあれば優勝を狙い、ハングリーに走りすぎたのが失敗の原因だった。95年は思い通りの結果を出せなかったデーモンヒルですが、自分の信じるやり方を実践しろ。周りに翻弄された、もしくはチームが自分が思った通りの作戦でやらせてくれなかったとか、何かそういうことが含まれているように見えますね。で、あとは、車のメカニカルトラブルがいくつかあったので、確かにポイントを失ってもったいないことしてましたよね。それをどうにかリカバーしようと、優勝しようと思いすぎちゃったってことを言ってますよね。もっと手堅く走れた時もあるのに、勝つことにこだわってしまったって言いたいんでしょうね。僕がいいパフォーマンスを見せるときは、自分のやり方で走っている時なんだ。もし僕がやるだけのことをやって3位になり、それで批判を受けたのなら、全く気にしない。そのパフォーマンスレベルは自分にとって精一杯だったのだから。もし僕自身、ベストを尽くせなかったと感じたら、自己嫌悪を覚えるだろうね。デーモンヒルはとても真摯な人なので、他人を批判したりしないので、とてもマイルドな表現というか、紳士的な文章になってますけど、ここでヒルが語ってることを読み解くと、彼が置かれた状況っていうのがよく分かってきます。まず最初の、僕がいいパフォーマンスを見せるときは自分のやり方で走っているとき。これをそのまま読むと自分のやり方で走っている。なんかわがままなことを言ってるように聞こえるんですけど、ここでヒルが言いたいのは、自分がベストだと思う車のセッティングだったり、ベストだと思うそのレースの戦略だったり、その通りにやらせてもらえた時はいいパフォーマンスをしている。逆に言うと自分が納得できないレース戦略で走らなければいけない時もあって、その時はいいパフォーマンスを出せなかったっていうことを言ってますよね。で、その次のやるだけやって3位で批判を受けたのなら全然気にしないと。もう精一杯やったんならそれで納得できるってことを言ってますよね。だけど僕自身ベストを尽くせなかったと感じたら自己嫌悪を覚えるだろう。この年のデーモンヒルは大いに悩みましたから、それはベストを尽くせなかったレースがたくさんあったってことを言ってますよね。シューマッハに負けたレースで
批判されて、それが自分の納得のいく状態でレースを戦っていない。そういう時は自己嫌悪を感じてしまうと。そういうことでしょうね。そういう時は自然と周囲の批判を聞いて暗くなり、生きていくのが嫌になってくる。今年はそんなことが何回もあった。自分のパフォーマンスが嫌で、それに輪をかけるようにマスコミから批判を浴びせられてね、非常に辛かった一年っていうことが分かってきますね。不本意な状態で走らされて、批判される。で、そういう時に限って批判の声がどんどん耳に入ってきちゃうんでしょうね。生きていくのが嫌になってくる。そんなことが何回もあったと。納得できる走りができなくてどうにかしたいんだけど、なかなかうまくいかない。さらにマスコミから批判されると。確かに95年はそういう状況だったと思います。デーモンヒルにとってこの1995年はとても辛い1年だったんだと思います。前年の94年も大変な1年だったとは思うんですけど、本当に2年間苦労したんだなということがよくわかりますね。ただ、ここでくじけないのがデーモンヒルの素晴らしいところで、ここから立ち直って96年無事にチャンピオンを取るわけですけど、その時のことをパトリック・ヘッドさんはこう言ってますね。だが、デイモンはオフの間にしっかり体を鍛え上げてきて、ミハエルに対する劣等感を完全に払拭し、体力面では対等だという自信を得ていた。デイモンにももうミハエルに勝てないというような考えは一切なかったと思う。これは後に96年のデーモンヒルのことを語ってるパトリック・ヘッドさんのインタビューです。ヒルはまず体を鍛えてきたんですね。おそらくシューマッハとレースを戦う中で、ピットインが終わってタイヤを変えると、シューマッハはまた次のスプリントレースが始まったみたいに、ニュータイヤですごい速さでかっ飛んでいくわけですよね。もちろんそれはそういうことができる体力があって成り立つドライビングですよ。なのでおそらくデーモンヒルは体力という意味でもシューマッハに対して劣等感を感じてたんでしょうね。だからまず彼に負けない体力をつけると。で、それをきちんとやってきたと。で、やはり心と体はつながってますから、体力面で強くなったことと、それによって気持ちの整理もついて、96年のデーモンヒルはすっかり精神的にも強くなっていたんでしょうね。それがパトリック・ヘッドさんから見てよく分かったっていうことだと思います。で、ちなみにパトリック・ヘッドさんは前半に紹介した当時のインタビューでは、うちのピット戦略はそんなに悪くないみたいな言い方をしてましたけど、後に語ったインタビューではピット戦略でベネトンに劣ってたというふうに認めるような発言をしています。で、ドライバーの気持ちに対して我々は無頓着だったっていうことを言ってますね。なので、ヒルに対してすごい負担をかけたということをさすがに後で反省したみたいですね。デーモンヒルに関わる動画を作るたんびにデーモンヒルを私は絶賛してるような気がするんですけども、でも自分の感情でただ褒めてんじゃなくて、こうやって事実を掘り下げれば掘り下げるほど彼がいかに困難な状況の中でそれを打ち破って戦ってきたっていうのが皆さんにも分かってもらえると思います。なので知れば知るほどもう褒めるしかないというか、もう尊敬するしかないという感じですね。これが95年置かれたデーモンヒルの状況、チームの戦い方ということになると思います。95年なんでデーモンヒルがあんなに弱かったのかなっていうのを、これで少しは皆さんにも分かっていただけたかなと思ってます。はい、今回の動画はここまでです。この FW17 はすいません。あんまり何本も作れないかもしれないです。あと1本ぐらいできればいいなっていうぐらいで。はい。長らく動画、なかなか作れなくてごめんなさい。ようやく時間取れそうなので、はい。頑張ってハイペースで動画アップできるように、頑張りますんで、はい。よろしくお願いします。もうだいぶ日にち経っちゃいましたけど、今年もよろしくお願いします。